今回は仕切り付きのペンケースを作ります。開けると真ん中に裏布から一続きになった仕切りがついています。このようにソーイングの小物を入れることもできるし、ペンを分けて入れることもできます。返し口をこの仕切りの上に取っているので、内側もすっきりしていて綺麗な作りです。出来上がりサイズは横が21センチ、縦が7センチです。こちらは表も裏もオックス生地で作っていて、ここにアイロンプリントをつけています。表布だけ接着芯を貼っています。裏布もオックス生地ぐらいを使うと仕切りがしっかりして良いです。裏は接着芯なしで作っています。表もなしでも大丈夫です。材料はこちらです。表が2枚と裏が2枚、あと20センチファスナーです。表布は 23×9 センチが2枚、裏布は 23×15 センチが2枚です。表布の裏に接着芯を貼っておくときれいに仕上がります。今回は表も裏もオックス生地を使いました。中ぐらいの厚さの生地です。薄めの生地を使うときは接着芯を貼ると良いです。ファスナーをつけます。表側を内側にして端を合わせて留めます。今回は裏布も一緒に縫います。表同士が合うように合わせて留め替えます。端から5ミリから7ミリぐらいのところを縫います。今回は端から7ミリを縫います。家庭用ミシンなどで押さえが幅広の場合はもう少し少なめの5ミリでも良いです。ファスナーをずらして縫います。開いて縫い代は表側に倒して布の端を縫います。次に反対側にもつけます。裏返して合わせます。またさっきと同じように布端を合わせて1回留めます。裏布の表側が内側になるようにして合わせます。真ん中がちょっとずれてしまうことがあるので、
3箇所ぐらい留めた方が良いです。縫っているうちに右の方にずれてしまうので、少し生地を寄せて留めると良いです。端から5ミリから7ミリを縫います。ファスナーをずらします。さっきと同じように縫い代を表側に倒して端を縫います。表布に接着芯を貼っている方が端がきれいに折れて縫いやすいです。一度裏布も下の方に折ってアイロンをかけます。ファスナーに触らないようにしながら先の方で当てると良いです。ファスナーに当たりそうで怖い時は当てずにそのまま次に進みます。裏布を下の方に引っ張ってアイロンを当てておきます。仕切りを作ります。裏布を7センチ上に折り上げてアイロンをかけます。内側に7センチ折ります。反対側も同じように7センチ折ります。開いて表同士が合うように合わせます。そこに8センチの返し口を印つけます。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。縫い代を開いてアイロンを当てておきます。アイロンの先で開くようにして当てます。表同士、裏同士を留めます。まず表の方だけ留めます。端を合わせて次にこの仕切りになるところはアイロン線で内側に折ります。こんな感じで内側に折り込んで留めます。
この時にこの内側の仕切りを少しだけ外側に出して縫うと仕上がりが綺麗です。これを少しこのように引き出す感じにして片方ずつ縫うと仕上がりが綺麗です。こちらも少しだけ引き出すようにして留めておきます。裏の底から1センチの縫い代で3辺を縫います。ファスナー以外のところを縫い代5ミリぐらいカットします。そのままでも良いですが、切った方がすっきり仕上がります。裏布の底のところから表に返します。返し口のところから先の尖ったもので角をきれいに出します。最初指でだいたい出してから角出しを使うと良いです。ちょっと引き出しにくいですが、仕切りの上の部分を縫います。アイロン線があると思うので、アイロン線で返し口を折って端を縫います。返し口を閉じたら真ん中あたりをクリップで留めます。この端から縫うのは難しいと思うので、端から3センチぐらいのところから端から3センチぐらいまで真ん中の辺を縫います。この端からは難しいので、ミシンの押さえが入るところから針を落として縫います。3センチぐらいですが、縫えるところから縫えるところまでという感じです。内側に入れて整えます。ファスナーの端もきれいに出します。
角出しで底も一緒に角の方に押すようにして入れます。横も指で外側に開くように開きます。そうすると結構きれいに仕切りが伸びます。最後にアイロンで仕上げます。今回は金属ファスナーではないので当て布をして当てます。内側に向かって中温で当てます。ポケットも当てます。これで出来上がりです。マジッククリップ6個入りです。このように先が細くなっているのでつけたまま縫うことができます。スライドゲージ、このように動いて固定することができるので印付けに便利です。返し口の印をつける時も例えば7センチなら7センチに合わせてこれで簡単に印がつけられます。他にも円が描けたり紹介動画もあるのでそちらをご覧ください。こちらは角出しです。表に返した時の角をきれいに出すのに使います。大きさとフィット感が気に入っています。